こんにちは、たくみしーなです。今回は2024年11月に発売されたドラゴンクエスト3 HD2D リメイクのクリアレビューを行っていきます。2021年に制作がお披露目され、発売まで3年以上費やした今作、出来が気になっている方も多いと思います。一言で言うと、過去の3と比べると、新たな展開や新しいボス、さらにストーリーの保管も行われ、遊びやすくなった新しいドラクエ3だと思いましたね。しかしながら不満に感じた点もありましたので、今回は今作の良かった点も含めてお話ししていきます。ちなみに私はドラクエ歴代ナンバリングタイトルは前作クリア済み、10はバージョン4までプレイしていました。なお、今回の動画は公式の配信ガイドラインに基づき最終決戦まで私のプレイで26時間遊んだ上でその後のプレイやネタバレを含まずにご紹介させていただきます。まずは今作の簡単なご紹介から行っていきます。今作はもともと1988年にファミコンで発売されたドラクエ3を現代の技術でリメイクした作品となります。映像面ではオクトパストラベラーやライブアライブなどの作品でも活用されたドット絵をベースとしたキャラクターに 3DCG の効果を加えた背景を合わせて独特の立体感や空気感を演出する HD2D のグラフィックを採用しています。特に背景の美しさは素晴らしく、ダンジョンはリアルな構造となっていますし、街はどこもしっかりと作り込まれている印象を受けました。ジパングに初めて訪れた瞬間には、おーっと感動しましたね。特にフィールド画面から見た街や塔はとても細かく丁寧に作られたミニチュアのような見た目となっています。どの場所においてもじっくりと見ていたくなるほどに精巧でこだわり作られていると感じましたね。話を戻しますが、ドラクエ3は過去に1996年にスーパーファミコンでフルリメイクされ、2000年にはゲームボーイカラー版が、さらにその後、スマホや PS4、3DS、スイッチ版など様々なハードでリリースが行われています。といっても、これまで PS4 やスイッチで遊べたのはスマホ版の移植なので、今回の HD2D リメイクはかなり久しぶりに全面的に手を加えた新しいドラクエ3となっています。シリーズファンはもちろん、ドラクエシリーズをこれまでに一度も遊んだことがないという人にも手に取ってもらえるような作品を目指して開発が進められたと明かされていますね。次に今回のリメイクで新たに追加された要素や変更された点をご紹介していきます。まずゲームの難易度について、こちらは今回のリメイクでかなりの変化を感じましたね。設定の方で3段階用意されていて、楽ちんプレイ、バッチリ冒険、茨の道だぜの3つから選択することができ、この難易度はプレイ中いつでも自由に切り替えることが可能な仕様となっています。私は真ん中のバッチリで最初から最後までプレイ。序盤はちょっといくらなんでもやりすぎではってくらい簡単に感じ、茨に変えた方がいいかなと思えるほどでしたが、船の入手後あたり中盤ぐらいでは敵が徐々に強力になってきて、程よいバランスであると感じるようになりました。と思いきや、終盤に登場する各地のボスは相当な強さを誇っていて、いや、だいぶ難しいかもと思えるような難易度でした。ただ、私のパーティーに呪文を使える職がいなかったのも難しく感じた要因の一つだったとも思います。転職をして賢者をパーティーに入れるとだいぶ戦いやすくなったので、後半では魔法系の職がいるかどうかでだいぶ難易度が変わる印象を受けました。それでも終盤の一部ボスたちが凶悪なのは変わらず、これまでのドラクエのリメイクといえば難易度が優しくなるのが基本でしたし、ドラクエ11もかなり優しめだったことを考えると、今作では久しぶりに歯ごたえのある難易度のドラクエを楽しめたと感じました。そして新エピソードの追加。今回のリメイクでは主人公の父親オルテガの旅路がわかる新たな物語が追加されています。個人的にこちらのエピソードがかなり良かったです。父親であり孤高の戦士であるオルテガがどのように考え感じ旅をしてきたのか、どんな困難を乗り越えてきたのか、どんな出会いをしてきたのかがしっかり描かれ、非常に素晴らしいと思える追加要素でした。仲間キャラにキャラクター性やストーリーがない今作ですが、より物語に深みを持たせられたと感じます。そして新職業の魔物使い。
ドラクエ6で初登場した職業で、主にモンスターが使うタイプの特技を使用することができます。せっかくの新職業なんだからと、明確に強めに調整されているとも公式に発表されている職となっていて、序盤から全体回復可能な特技安らぎの歌や、ランダムな敵に4回攻撃することができる遠吠えなどを習得します。さらに魔物使いはレベルアップによって特技を習得する以外にも、各地に存在するはぐれモンスターを仲間にしていくことで新たな特技を覚えることもできます。安らぎの歌は戦闘中のみ使用可能ではあるものの、消費 MP5 で全体を20以上回復でき、様々な場面で重宝しました。中盤においてもその強さは秀でていて、はぐれモンスターを50体見つけると、自身が数ターンの間、2回行動することができるビーストモードを覚えますし、はぐれモンスターを見つけた数に応じて、どんどんと強くなる魔物呼びも非常に強力です。さらに2回行動可能なビーストモードは転職後も使用可能な特技なので、最強のパーティーを作るには全員必ず魔物使いを経由した方がいいとも思えるくらいぶっ飛んだ尺となっています。先ほど終盤の一部ボスは難易度高めとお話ししましたが、魔物使いがパーティーにいるかいないかによっても大きな差が出るかと思います。次に複数の新呪文特技の追加。元々のドラクエ3では戦士や武闘家などの職業は MP を使った攻撃手段はなく、ひたすら通常攻撃で殴り続けるだけでしたが、今回のリメイクでは全ての職業に豊富な魔法特技が追加されています。例えば戦士には剣の舞やメタル斬りに渾身斬り、武闘家には回し蹴りや爆裂剣、会心必中などをレベルアップで覚えていきます。主に近年のドラクエ作品に登場した特技が3に初登場している形となっていますね。呪文の方にもザオラルやライデインの開魔法であるザオ・デインなども実装されているのと、特技の使用にも MP を消費するシステムとなっていて、過去の3と比べるとバトルの戦略性が大幅にアップしています。また、複数の場面において過去には登場しなかった新たなボスが追加されています。過去作をプレイしていると、ここでボス増えているのか、と驚くシーンもあって嬉しい要素でしたね。戦闘 BGM は通常と同様ですが、撃破した際には特別な演出が用意されています。そしてやり込み要素となるモンスターバトルロード。こちらは街やダンジョンなどで出会うモンスターを保護して3体編成のパーティーを組み、勝ち抜き戦を行っていくバトルコンテンツです。ランクを勝ち抜いていき、勝利するごとに豪華報酬が獲得できる新要素となっています。ドラクエ8や10にも存在したコンテンツをドラクエ3にも搭載した形となりますね。試合のルールは連戦の勝ち抜き戦で、残りの HP と MP は次の試合にも引き継ぎとなっています。こちらで戦わせるモンスターたちは、これまでのドラクエシリーズでもあったような、バトル終了後に仲間になる、起き上がってこちらを見ているシステムではなく、各地に存在するはぐれモンスターを保護することで仲間になるシステムとなっています。なお、バトルロードの追加に伴って、過去作に存在したモンスター同士の戦いを観戦し、どのモンスターが勝つかかけることができたモンスター格闘場はなくなっています。さらに、フィールド、街、ダンジョンなど、あらゆるマップのサイズはオリジナル版と比べて格段に広くなっていて、フィールド上にはアイテムを取得できるキラキラが追加、宝箱や樽、壺が追加で配置されている他にも、秘密の場所やこれまでにはなかった新たなマップも追加され、探索できる場所が大幅に増えています。特にフィールドのキラキラからは、序盤から有効活用しやすい武器や防具、アクセサリーやステータスアップの盾などを複数獲得することができるため、お店で買い物をしなくても、パーティー全員の装備をある程度整え、戦い進めていくことが可能でした。キラキラから入手できるアイテムが強力なため、すでに見知ったフィールドにもかかわらず、隅々まで探索したくなるような作りになっているのは、リメイクとしては大いにありだと感じた点でしたね。次は遊びやすくなる様々なシステムの追加。まずミニマップや現在の目的などが表示されるようになったため、次どこに行って何をすればいいかがわかりやすく迷うことがなくなりました。このあたりは初めてドラクエを触る方にも嬉しい要素ですね。船入手後も複数の場所が目的地として表示されるため、オーブ探しが飛躍的に楽になっています。他にもメニュー画面でボタン長押しですぐ使用できるほぼ満タンコマンドや
ルーラ使用時においても、到着した街やダンジョンの中へルーラするのか、それとも外へルーラするのかをボタンの長押しで選ぶことができるようになっているなど、より快適に遊びやすく設計がされています。全滅してもノーリスクで再挑戦が可能だったり、チェックポイントから再開することでお金が減らないようになっているなどの仕様も優しいですね。なお、様々な新要素が追加されている今回のリメイクですが、すごろく上は廃止となりなくなっています。また、追加要素ではありませんが、今作では盗賊なしで隠されたアイテムを全て見つけるのは苦労するかなと感じました。私は初期パーティーに盗賊を入れていたので、レミナーマンを頻繁に利用し、アイテムを探していましたが、それでも残り一つを探すのに時間がかかる場面がありました。マップの隅やヒントのない場所などにもかなりの数のアイテムが隠されているため、目的地が表示されることによってメインストーリーを進めるのは非常に簡単になっているものの、小さなメダルやはぐれモンスターを集めていくやり込み要素においては探す難しさを保っていると感じました。遊んでいて不満に感じたのは、戦闘中にかかっているバフ、デバフが分かりづらい点。スクルトやバイキルトなどは各キャラの HP と MP の横に表示され、切れかかるとアイコンが点滅し、分かりやすく表示されているのですが、フバーハやマジックバリアはアイコンが表示されず、待機画面のキャラを見てかかっているかどうかを判断しなければならず、呪文が複数かかっていると、今何がかかっているのかが分かりづらいことがありました。店頭画面はかなりスッキリしていて、まだまだ情報を表示する余裕がありますし、もう少しわかりやすい UI だと良かったなと感じます。最後に総括です。豊富な追加要素を加え、より美麗に、より遊びやすくなり、目新しさもあるリメイク作だと感じました。ただし、ガラリと作り変えるようなリメイクではなく、凄まじい体験ができる現代の最新作というよりは、懐かしさを残したリメイク作品だと思います。その一方で、ゲームバランスはやや不安定になってしまっていて、冒頭でご説明した通り、序盤めちゃくちゃ簡単かと思えば、いきなり強いボスが現れ、その次のボスはというと、そこまで強くなかったり、魔物使いがあまりにも優秀すぎるなど、全体的に調整が甘いと感じました。ただ、BGM やマップ構成、冒険の舞台など、元々のドラクエ3自体が素晴らしいので、リメイクにあたって一部のバランスが不安定になってしまったとしても、全体を通してみると楽しめるリメイクにはなっているというのが私の印象です。ものすごいわがままを言ってしまうと、発売までの期間が長すぎたことによって、期待値が大きく上がっていたので、もし今作が 11S 発売からここまで間を空けずにリリースされていたら、もっと最高だったのではって感じてしまいますね。今回の3のリメイクを足がかりにして、1、2はもちろん、どんどんとドラクエシリーズが現行機で遊べるようになっていってくれると、本当にこの上なく嬉しいなと感じます。なお、シリーズ未経験の方からすると、ドラクエって3から始めてもいいの？ 1 から遊ばなくても大丈夫？と思われる方もいるかと思いますが、今回は3リメイクから始めて全く問題ない作りとなっています。ぜひ、ドラクエまだ遊んだことがないという方は、今作から始めてみてください。ということで、今回はドラクエ 3HD2D リメイクのレビューをお届けしました。もしよければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではまたね。冷たいこと言わねえでくれよ。